ポポズガーデンへようこそ。この庭ではあなたのためのリーディングをテーマにカードと向き合う時間をお届けしています。肩の力を抜いて誰かとおしゃべりするような気持ちでカードの声を受け取ってみてください。今は雨の季節です。子供の頃、カラフルなカッパや長靴を身につけ、水たまりをバシャバシャ歩いたことはありますか？今日はそんな気分で心の中を少しお散歩してみましょう。途中で見つけたのは小さな水たまり。その水面を覗いてみると、そこには3枚のカードが写っていましたよ。あなたに一番響く1枚を選んでみてください。迷った時はこちらの雫からどうぞ。それでは1番さんから始めましょう。2番さん、3番さんは概要欄から進めるようにしてあります。気になるカードのところへどうぞ。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカットとシャッフルへ。この時間は流れを少し早めます。最後の1枚は雨上がりの空にかかる希望の虹です。これはまだめくらずに一番最後に。それでは1番さん、リーディングを始めます。まず見ていくのは今の雨の様子です。あなたの心の中にはどんな雨が降っているのでしょう。こちらのカードはセイクレットフォレストオラクルです。6番、ブルーベリーフェアリー。グラティチュード、感謝という意味を持つとても美しいカードです。紫色のブルーベルの花が咲く森に雨のような光の粒が降り注いでいます。今、あなたの心の中に降っているのは激しい嵐の雨ではありません。柔らかく世界を潤すようなしとしとの雨。どこか霧が立ち込めていて、先がはっきりと見えません。なかなか前に進まないなぁと感じている方もいるかもしれませんね。そんな風に感じる時間は後ろ向きなものではありません。ブルーベルの花が頭を垂らし、雨の恵みを受け取っているように、あなたも今、周りのことや自分自身へありがとうを伝えるための時間です。このしとしと降る雨は焦って前に進むためではなく、あなたの心をゆっくり潤しているようですね。少し歩いていくと、今度は大きな水たまりがありました。その前で立ち止まり、水たまりを覗き込んでみます。そこに映るのは今のあなたの姿と胸の奥にある小さな光。あなたの内側の光をカードに聞いてみました。こちらはエンシェントハーブオラクルカードです。出てきたのはホップ。ビールにも用いられるあのホップのカード。メッセージは天真爛漫に楽しむ心。水たまりに映る小さな光はあなたの中で今も息づいている無邪気さや喜び。カードの中の動物たちが楽しそうにこちらを覗いているのは、もっと自由にしていいよ
あなたらしさを出してみてと背中を押してくれているから、最近のあなたは楽しむことを少し後回しにしていたようです。ちゃんとしなきゃ、迷惑をかけないようにしよう、そんな思いが先に立つと、自分が何を楽しいと感じるのか見えにくくなることがあります。でも水たまりの中にはちゃんと光るものがありました。それはあなたが本来持っている楽しむ力、自然体でいられる感覚、小さな幸せに気づく感性、雨が落ち着いてくれたからこそ、その光が見えるようになったんですね。そして水たまりから目を離して顔を上げてみると、さっきまでとは少し違う景色が目の前に飛び込んできましたよ。次の2枚のカードであなたに見えてくる景色と、その先に広がっていくものを見ていきます。こちらはハーブクラフターズタロットです。またしてもみずみずしいハーブたちに聞いてみましょう。まずは1枚目、アースのマドレ、ペンタクルなクイーンです。黄色い花を咲かせたハーブを大切そうに持っている大地の母のカードです。この花はクレオソードブッシュという砂漠の植物。何でも雨が降った後に強い香りを放つんだそうですよ。水たまりから顔を上げたあなたが最初に見つけたのは両手いっぱいの花でした。それは新しく手に入れるものではなく、すでにあなたの中にあったもの、これまで育ててきたもの、大切に守ってきたもの、そして何度でも立ち上がる力です。そのすでに持っていた強さに気づいたとき、あなたの世界はもっとまっすぐ、クリアに広がっていきます。2枚目のカードは11番ジャスティス、正義のカード。描かれているハーブは朝としても知られ、古くから人の暮らしを支えてきた植物ですね。このカードが伝えているのは、整うということ。雨が止み、空気が澄んでくると、さっきまで見えなかったものがはっきり見えてくることがあります。ジャスティスが示しているのもそんな景色です。アースのマドレが教えてくれたあなたの中にあった強さ、そしてホップが見せてくれた楽しむ心という小さな光、それらが少しずつ一つの景色になってゆく。心の中に一本の軸が通り、私は私のままで大丈夫、そんな感覚が戻ってくるようです。そして最後の一枚、雨が止んだ空には虹がかかっていました。雨上がりの贈り物、これからのヒントを見ていきましょう。こちらはソウルコーチングオラクルカードです。めくってみましょう。じゃん。ピース。とても安らぎに満ちた平和のカード。一人の女性がまるで月のゆりかごに身を預けるように眠っていますね。しとしと降る雨の中で立ち止まり、水たまりの底にある自分の楽しむ心という小さな光に気づいたあなた。そして顔を上げたとき、自分の強さに気づきました。その先に現れたのがこのピースのカード。深く息をすれば、これでいいんだって安心できるよ。そんな風にメッセージを届けてくれています。
雨は何かを変えるためだけに降っていたわけではありませんでした。あなたの心を潤し、整え、本来のあなたに戻っていくための雨でもあったんですね。さあ、そろそろお散歩もおしまいです。雨上がりの空を見上げるように、今日見つけた宝物をどうぞ大切にしてください。はい、このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日まで。ありがとうございました。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカットとシャッフルへ。この時間は流れを少し早めます。最後の一枚は雨上がりの空にかかる希望の虹です。これはまだめくらずに一番最後に。それでは2番3リーディングを始めます。まず見ていくのは今の雨の様子です。あなたの心の中にはどんな雨が降っているのでしょうか。こちらのカードはセークレットフォレストオラクルです。12番ドラゴンフライスピリット、変化という意味を持つとてもエネルギーに満ちたカード。ピンク色の羽を持つ美しいトンボが優雅に飛んでいます。奥にはキラキラ輝く滝、水面には暖かい光のランプや睡蓮の花が浮いていますね。今あなたの心の中に降っているのは雨上がり前の雨です。まだ雨粒は落ちているかもしれないけれど、雲の隙間からは光が差し込んできて、どこか空が明るくなり始めている。そんな何かが動き始めようとしている気配の中にあなたはいます。今降っている雨はこれまでの空気を洗い流し、新しい流れを迎えるための恵みの雨でもあるようですね。少し歩いていくと、今度は大きな水たまりがありました。その前で立ち止まり、水たまりを覗き込んでみます。そこに映るのは今のあなたの姿と、胸の奥にある小さな光。あなたの内側の光をカードに聞いてみました。こちらはエンシェントハーブオラクルカードです。出てきたのはレディースマントル。メッセージは愛の錬金術。カード全体に広がる黄緑色のお花。その中から可愛いワンちゃんが見つけたよとでも言うようにこちらを見つめています。レディースマントルは大切に思う気持ちが一歩進む力へ変わっていくことを教えてくれるハーブです。雨の日はどうしても心が内側へ向きやすいもの。でもその内側にはちゃんと温かいものが残っている。誰かを思う気持ちだったり、誰かから受け取った優しさだったり、そうした温かさは自分を大切にしようとする小さな決意にもなります。そんな小さな愛のかけらがこれからあなたの力へと変わっていく。水たまりに映る光はあなたの中にある温かさが少しずつ形になろうとしているサイン。
動き出す準備はもう始まっているようです。そして水たまりから目を離して顔を上げてみると、さっきまでとは少し違う景色が目に飛び込んできましたよ。次の2枚のカードであなたに見えてくる景色とその先に広がっていくものを見ていきます。こちらはハーブクラフターズタロットです。またしてもみずみずしいハーブたちに聞いてみましょう。まずは1枚目、大アルカナ10番、運命の輪。ハーブが丸く植えられた家庭菜園のカード。白い石のサークルに囲まれた花壇には、たくさんのハーブたちが円を描くように育っています。そして真ん中には行き先を示すコンパス。このカードは人生の流れが次の季節へ向かっていることを教えてくれています。自然の中に春夏秋冬のサイクルがあるように、私たちの人生にも立ち止まる冬があれば、芽吹いて動き出す春があります。変わりたいけど不安だな。うまくいくかな。そんな気持ちの中にいたとしても、季節が巡るように必要な変化は訪れるもの。そしてこのコンパスはただ変わるだけではなく、進む方向も示してくれています。あなたの運命は今、本来向かう場所へと動き始めました。さあ、その先にはどんな広がりが待っているのでしょうか。2枚目のカードはウォーターのエース、カップのエースです。川のほとりでたくましい葉っぱを広げているプランティンのカード。道端でよく見かける大箱ですね。澄んだ川の水が絶えず流れ続けています。運命の輪が動き始めた今、あなたの心にもこんな流れが生まれているようです。本当にできるかな？そんな不安よりも、やってみたい、楽しそう、そんな気持ちが少しずつ顔を出し始めている。カップのエースは新しい思いが湧き上がるカード。大箱は踏まれてもなお力強く葉っぱを広げていく植物。あなたの中に芽生えたその思いも、思っているよりたくましいものなのかもしれません。自分の直感を信じて、その気持ちを大切に育ててみてください。そして最後の1枚。雨が止んだ空には虹がかかっていました。雨上がりの贈り物。これからのヒントを見ていきましょう。こちらはソウルコーチングオラクルカードです。じゃん。エンブレーシング。抱きしめるという意味のカード。太陽の光を浴びながらしっかりと絡み合う2つのひまわり。ぎゅっとハグしているみたいですね。そしてエンブレーシングは受け入れるという意味もあります。このカードが伝えているのは、あなたの人生のすべてを愛で包み込んであげてねというメッセージ。不安になってもいいんだよ。頑張ろうとしている証拠だよね。そう言って自分の両手で自分の心を抱きしめてあげてください。光も影も、これまでの過去も、これからの未来も、すべてを優しく受け入れたとき、あなたはきっと今より少しだけ自由になっているはずです。あなたらしく一歩ずつ歩みを進めていきましょう。さあ、そろそろお散歩もおしまいです。
雨上がりの空を見上げるように、今日見つけた宝物をどうぞ大切にしてください。はい、このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカットとシャッフルへ。この時間は流れを少し早めます。最後の1枚は雨上がりの空にかかる希望の虹です。これはまだめくらずに一番最後に。それでは3番さん、リーディングを始めます。まず見ていくのは今の雨の様子です。あなたの心の中ではどんな雨が降っているのでしょうか。こちらのカードはセイクレットフォレストラクルです。52番、ウッドニンフ、森の精霊。ビューティーという意味を持つうっとりするほど美しいカード。静けさに満ちた夜の森。月明かりに輝く池で3人の森の精霊たちがくつろいでいます。今、あなたの心の中に降っているのは夜の雨です。外の騒がしい音が遠のき、かすかに雨音だけが響いている。そんな自分だけの落ち着いた時間の中に今のあなたはいます。誰かと比べたり、周りに合わせたりすることから少し離れているようです。この雨は何かを急いで変えるための雨ではありません。あなたが本当に大切にしているものや心の奥にある気持ちに耳を傾けるための雨です。森の精霊たちはただ心地よさそうに月明かりの下で過ごしています。あなたも今そんな時間が訪れているようです。この夜の雨はあなた本来の美しさに気づいていくための雨でもあります。少し歩いていくと今度は大きな水たまりがありました。その前で立ち止まり、水たまりを覗き込んでみます。そこに映るのは今のあなたの姿と胸の奥にある小さな光。あなたの内側の光をカードに聞いてみました。こちらはエンシェントハーブオラクルカードです。出てきたのはエリキャンペーン。明るい黄色の花が広がり、その間からシマリスたちが可愛い姿を覗かせています。このカードのテーマは信じる心を大切に。あなたの胸の奥で光っているのはこの黄色いお花のように温かな信じる心です。本当にこのままでいいのかな？私の選んだ道でよかったの？そんな風にこれまでのあなたは夜の雨の中でたくさん考えてきたようです。それでも心のどこかにはきっと大丈夫。もう少し進んでみようかな。そんな小さな光が消えずに残っていました。エリキャンペーンはその光を大切に育てていきましょうと伝えています。
信じる心はいつも理由から生まれるわけではありません。水たまりに映る光はあなたの中にある信じる力が輪郭を取り戻していくサイン。その光はこれから先の道を柔らかく照らしてくれるでしょう。そして水たまりから目を離して顔を上げてみると、さっきまでとは少し違う景色が目に飛び込んできましたよ。次の2枚のカードであなたに見えてくる景色とその先に広がっていくものを見ていきます。こちらはハーブクラフターズタロットです。またしてもみずみずしいハーブたちに聞いてみましょう。まずは1枚目、エアーの5、ソードの5です。描かれているのは鉢植えの中で力強く育っているホワイトセージ。手前のカゴには収穫されたセージの葉が赤い紐で大切に結ばれています。ホワイトセージは空間や心を清める浄化のイメージを持つハーブです。水たまりから顔を上げたあなたの目に飛び込んできたのは、このセージがもたらす澄んだ空気のような景色。ソードの5はこれまでの思い込みに気づく、そんな意味。それは周りに合わせなきゃいけない、こうするべきだというこれまであなたを縛っていた古い思い込みの手放し。当たり前だと思っていたことが本当はそうではなかった。そんな気づきを運んできてくれるカードでもあります。あなたが守るべきものは誰かの期待ではなく、あなた自身の心の声。雨に濡れた夜の森の中で、あなたはその声に気づき始めています。2枚目のカードはアースのイハ、ペンタクルのページです。リンデンというハーブの枝を使って子供が自分だけのお庭に一生懸命フェンスを作っています。まだ不器用で少し曲がっていたりまっすぐじゃなかったりするけれど、それでも形になってゆく、そんな温かい景色があなたの行く先に広がっています。ペンタクルのページはこれから新しく育ててゆく、そんなカード。重たい荷物を下ろしたあなたは子供のようなまっすぐな瞳で、これから何をしよう、どんな種をまいてみよう、そんな小さな一歩を踏み出そうとしています。完璧じゃなくても、まだ途中でも自分の手で形にしていくこと。そこに今のあなたの新しい力が宿ります。このカードはこう伝えてくれているようです。少しずつ形になっていくから、まずはやってみよう。そうして一歩踏み出したあなたに、雨上がりの空はどんな贈り物を用意してくれているのでしょうか。最後の一枚。雨が止んだ空には虹がかかっていました。七色のプレゼント。これからのヒントを見てみましょう。こちらはソウルコーチングオラクルカードです。じゃん。オープニング。開くという意味のカード。まばゆい太陽のような光の中に大きなハートが描かれています。そのハートの中心からは一人の女性が心地よさそうに風を感じているようですね。オープニングは宇宙からの贈り物を受け取るときというサイン。新しい出会い、新しい流れ、新しい自分。どれも
あなたが心を開いた時に自然と入ってくるもの。無理に引き寄せる必要も、掴みに行く必要もありません。あなたがあなたのままで心を開いていれば、必要なものはちゃんとあなたのもとへ届きます。夜の雨が止んだ後、世界が少し明るく見えるように、あなたの未来もまた柔らかい光を帯び始めました。さあ、そろそろお散歩もおしまいです。雨上がりの空を見上げるように、今日見つけた宝物をどうぞ大切にしてください。はい、このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日まで。ありがとうございました。